は小枠の壺デラックスの提供でお送りします。いらっしゃい。小枠の壺へようこそ。今日はいつもと趣向を変えてジャーマンの趣味全開の動画をお届けするよ。題してジャーマンはつよつよ動画編集 PC を組みたい。現在使用しているノート PC はインテルの 13700H を搭載。十分優秀なのですが、現在投稿している約20分の動画出力に22分程度、25分を超える動画には30分以上かかるのが現状。一日中デスクで編集作業をして動画投稿するまで仕事が終わらない限界生活を送っている身として、動画出力にかかる時間をなるべく削りたい。できれば10分ちょいくらいでできる PC が欲しいというのが切実な願いです。そこに偶然にも新発売された Zen5 9950X シネベンチ R23 のマルチスコアにして 13700H の3倍もの性能、シャー専用にふさわしい最新最強 CPU で PC を組み完全勝利していくのが本動画の内容になります。あれ、グラボはゆっくりムービーメーカー4にハードウェアエンコードはないし必要最低限のもので済ませます。それではパーツ紹介から組み立ての様子をどうぞ。小枠の壺デラックス。まずはケースから。フラクタルデザインノース、全面に木材を使用。家具メーター唯一無二のデザインで人気を誇るケースです。今回の企画はこのケースを起点に黒と茶色を基調にした落ち着いた PC を組むことを目標にします。サイドはガラスパネルではなくスチールのメッシュ。このタイプは側面にケースファンを追加できるブラケットが不足しているので、後でその冷却性能を検証します。続いてのパーツは簡易水冷クーラーディープクール LT720 にするつもりでしたが MSI-MAG コアリキット E360 に変更。なんで2つ買ってるんですか？ LT720 買った後に見つけちゃって、性能は平凡なんだけどポンプヘッドの日食モチーフのデザイン気に入っちゃって。ほら、小枠の壺って旧サイトは太陽、現サイトと YouTube チャンネルは月をモチーフにしてて、太陽と月によって起こる日食はまさに小枠の壺に打ってつけって思って、なんなら準レギュラーのウロボロスくんも丸いし。以後気をつけます。はい。小枠の壺デラックス、気を取り直しまして、マザーボードは MSI-MAG X670E トマホーク Wi-Fi、 光らなくて黒っぽくて MSI 特有のドラゴンもいないやつ。電源はこれまた MSI の MPG-A850G PCIe5。 MSI 製品が3つ続いたのは完全に偶然ですが、案件はいつでも喜んでお受けします。資本主義の犬がよ。続いて CPU は Ryzen 9 9950X、 グラボは RTX4060。 解禁当初に海外の通販サイトニューエッグで購入。諸費用込みでも国内販売価格より1万円ほど安く買えました。1月ほど経過した現在ではそこからさらに1万円ほど安くなってるようなのでおすすめです。送料無料で1週間ほどで届きました。配送状況は逐一確認でき、無駄にアメリカを横断旅行する様を見えたのも楽しかったです。グラボはパリットの4060。正直昔の PC の2060スーパーを使い回そうかとも思ったんですが、動画にするなら見栄えがする方がいいかと思って新品購入することにしました。 CPU に比べてグラボが貧弱すぎる。動画出力に必要ならもっといいのを買ったけど、残念ながら YMM4 はそうではないので無駄な出費は控えます。ドライブは SN850X のヒートシンク付き 2TB を2枚。 OS は Windows 11。メモリはクルーシャルプロの2枚組計 96GB のやつ。メモリそんな使わないでしょ。ロマンは全てに優先されるので OK です。ケースファンとしてノクチュアの 120mm の黒色ファンを使用。全面ファンかつ水冷クーラー冷却用に3つと背面に1つを配置します。またケースの木目と合わせるためにファンの四隅のゴムを茶色のものに換装します。あとはブラケットの冷却効果検証用にごく普通のケースファンを2つと、黒い事情で国内での取り扱いがなくなった野名物ディープクールの AM5 用サーマルペーストガードでフィニッシュです。皆さん気になる総費用は40万1391円。やってんな。では組み立てに苦しむ様子をダイジェストでどうぞ。小枠の壺デラックス。まずはケースファンのゴムの取り替えをします。個人的にノーマルなノクチュアファンに調和するケースは存在しないと思ってるので、この黒色ファンの存在はすごく助かりました。欲を言えばこの黒ファンに茶色ゴムの組み合わせのファンを販売してほしい。一応あるにはあるんですが、静音性に配慮しない工業用ファンのみなので、何卒一般ファンでもこの配色をお願いしたい。今回は純正のおしゃれ用乾燥ゴムを購入してその配色を実現します。ここで失敗ポイント。ゴムは16個入りなのですが、今回ファンは4つ使うのでちょうど1箱でいいと最初思ったんですよ。
よね。でもゴムはファンの両面に必要なので、ファン1つあたりにゴムは8つ、結局2回にわたって買う羽目になりました。何が問題って、送料無料で扱ってる業者がないところ。1箱1300円程度の商品に送料を700円から1000円ほど取られるのを2度に分けてやってしまうという痛恨のミス。私のようなアホはいないとは思いますが、皆さんはお気をつけください。続いては BIOS アップデート。マザボを新世代 CPU に対応させる作業です。 USB メモリをフォーマットしてから、マザボメーカーの公式サイトから対応 BIOS をダウンロード。 MSI マザボの場合はファイル名を MSI.ROM に変えて USB メモリに入れたら準備完了です。マザボに電源コネクタを接続して BIOS が入った USB メモリを差し込みます。あとはフラッシュ BIOS ボタンを押して LED の点滅が終わるまで待てばアップデート完了です。続いては CPU をマザボに取り付け、昔と違ってピンが CPU 側ではなくマザボ側になったので、私みたいな初心者でも安心してはめられました。続いてはサーマルペーストガードの取り付けなのですが、 YouTube の複数のレビュー動画で見るより明らかに自分のガードがギチギチで、結局力押しで解決しましたが、後日ヤスリでちょっと削るつもりです。いや OK じゃねえよ。次は SSD とメモリの取り付け。今回はデザイン重視でヒートシンク付きの SSD を買ったので、マザボ備え付けのヒートシンクは使えません。メモリは当初は 32GB か 64GB にするつもりだったのですが、ノンバイナリメモリの見慣れぬ数字を見てテンションが上がって、気づいたら 96GB になっちゃいました。ケースにマザボを取り付けます。もともとケースの前面に備え付けられてた 140mm ファン2つは上面に配置換えしてます。こっちはノクチアファにしないんだ。調べたら性能も良さそうだし、位置的にあんまり見えないとこだからもういいかなって。妥協じゃねえか。続いての電源の取り付け作業は特に語ることがないので超倍速でご覧ください。 ATX とか CPU のコネクタはここでマザボに取り付けてます。次はブラボの取り付けです。4060の中から安くて黒いやつを探してたらドスパラのパリットになってました。5年前にドスパラで買った BTO に入ってた2060スーパーもパリットだったので、謎のパリット愛好家みたいになってますが、こだわりは全くありません。でもたった 100W 程度かつこの小ささで2080相当の性能を出せるのは最高ですね。最近はガジェット動画でごっついサイズのグラボを見慣れてるから、このコンパクトさは逆に新鮮かも。どんどん行きましょう。簡易水冷を触るのは初めてなので雰囲気で触ってます。ジャーマンは光るファンにあまり惹かれない人間なので、ファンには目もくれずに本体とその他部品を取り出します。ラジエータをケース前面部に取り付けようとしたところで、側面パネルの右側を外せることを思い出す。ラジエータの配置的にチューブがグラボをまたぐと思って先にグラボを取り付けたのですが、4060がコンパクトなおかげでどっちが先でも問題ない感じでした。 BTO で購入した PC のクーラーの交換や SSD の増設程度の経験しかなく、本格的な PC 組み立ては初体験。しかも撮影をするのも初めてなので、今見返すと反省点がたくさんある撮影になっております。でも頑張ったので、視聴者の皆様には拙い撮影をご容赦いただいた上、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。涼しいな。水冷ヘッドを取り付けます。また画面外で作業してる。水冷ヘッドの取り付けってバックプレートが必要だったり大変なイメージがあったんですが、びっくりするほど簡単で、水冷ヘッドにパーツを取り付けたら、あとは輪っかをマザボ側の爪に引っ掛けたらいいだけでした。清水のグリスを適当にバッテンに塗りたくってヘッドを取り付けます。輪っかを爪に引っ掛けたら、あとはネジを締めて固定圧を調整したら取り付け完了です。ポンプと LED の電源はマザボの右上にビリッと挿しときます。最後に背面排気ファンにノクチュアの最後の1個を取り付けたら、地味な配線作業はパパッと飛ばして組み立て完了です。小枠のツボデラックス。ドキドキ初起動タイム。主電源のスイッチを入れ忘れておりました。何やってるんですかね。今度こそスイッチオン。回った。光った。2,000 years later。初回起動時はメモリトレーニングという作業に時間がかかるらしく、結局8分30秒くらい待たされました。起動しなかったら面白かったのに。起動が確認できたので、あとは Windows 11をインストールしたらひとまず完成です。そして十数年の月日が流れた。半年ぶりに編集作業を進めております。
ガジェットとかって買って1ヶ月くらい経つと熱が冷めて道具になりますよね。約20分の動画出力にかかる時間の比較はこちら。思ったより微妙。4060に余裕で負けてるのが辛い。なんで YMM4 にハードウェアエンコードがないって思い込んでたのか、これがわからない。ちなみにジャーマンが勘違いに気づいた瞬間がこちら。右往左往するマウスカーソルが悲しいな。ちなみにハードウェアエンコードするとなぜかファイルサイズが3倍くらい大きくなるので YouTube へのアップロードや審査の時間まで考えて結局ソフトウェアエンコードしてます。結果オーライなのか。全然わからない。俺たちは雰囲気で PC をやっている。気を取り直してケース付属のサイドブラケットの冷却効果についての検証です。最大で14センチファン2つを搭載可能ですが、今回は12センチファン2つで検証しています。回転数はうるさくならないように毎分1200回転くらいで固定して、ブラケットの位置を上中下3つプラスブラケットなしの4パターンでシネベンチ R23 マルチを計測しました。その結果がこちら。まずはブラケットなしでの CPU 温度に注目。各メディアでの 9950X のシネベンチ中の温度はだいたい85度だったので約マイナス10度、かなり余裕のある冷却環境にできたと思います。ブラケットは当然ながら CPU にはほぼ効果なし。その他のパーツには風が直撃する部位だとマイナス5度程度、直撃しなくとも 2,3 度は冷やしてくれました。結論としてはなくても十分冷やしてるのでサイドブラケットはいらないという結論に落ち着きました。それから注意点としてサイドブラケットの干渉問題があります。このグラボの奥行きが 123.5mm でブラケットとの隙間が 25mm ほどなので補助電源コネクタのスペースを考えるとハイエンドグラボだと干渉する可能性が高いと思います。ブラケットの位置が上の場合でも空冷クーラーだと干渉を気にしなければいけません。以上を踏まえて考えるとスペースに余裕のあるパーツ選びの時はサイドブラケットで冷却する必要がなく、サイドブラケットの冷却性能に頼りたいようなパーツを使ってる時は干渉しやすいのでいらない子である可能性が高いです。以上をもちまして初めてのドキドキ PC 組み立て動画を終わります。疲れた。ここからは業務連絡。春シーズンはまとめるのはガンダムジークワックスくらいにしてちょっとゆっくりしたいと思います。またフリーレンの2期が2026年1月放送決定ということで今から見れるのが楽しみですね。それまでの間に今回の PC 自作動画に懲りずまた何か脱線した趣味動画を作りたいと思います。以上ご視聴ありがとうございました。 LINE スタンプ発売中。高評価が欲しいのだ。チャンネル登録が欲しいのだ。そろそろ登録してくれてもいいと思うのだ。何でもするのだ。お願いするのだ。